手がガサガサ。おばあちゃんみたい。懐かしい顔ぶれが集まった席で、社長令嬢が私に向かって叫ぶ。みんなの視線が一気に私の手元に集中した。恥ずかしさのあまり、この場から早く立ち去りたいと思ったその瞬間、とある人物が私を連れ出した。私の名前は井上優子。物心ついた時からおばあちゃんの育てた花が大好きだった。何か嫌なことがあった時も農園へ行くと太陽の光をいっぱい浴びたお花たちに勇気づけられているような気がした。あたり一面爽やかに広がる花畑は美しく、いつまででも眺めていられた。私が誰よりも尊敬しているおばあちゃんは、柿農家を一代で築き上げた実力者。業界では名の知れた、ちょっとすごい人物なのである。聞き慣れないかもしれないが、柿農家というのは、簡単に言えば、観賞用の花や観葉植物などを生産する仕事だ。母の日に欠かせないカーネーションや盆栽、パンジー、チューリップなど、季節や市場のニーズによって多種多様である。私、おばあちゃんみたいに綺麗な花を育てたい。進路について真剣に考える時期になると、その思いが強まってきた。学校の先生たちには、今後の選択肢を増やすためにもと、進学を勧められたが、私の気持ちは揺るぐことなく、柿の仕事を継ぐことを決意した。高校卒業後は、毎日農園で働いた。初めてのことばかりで戸惑いながらも、おばあちゃんから教えてもらったことをきちんとこなせるよう、一生懸命に仕事を取り組んだ。おばあちゃん、それ私運ぶよ。あら、それじゃあ遠慮なく。向こうにももう少しあるから、そっちも頼んだよ。花の見た目の美しさから、野菜やお米を育てる農家に比べて華やかなイメージを抱かれることがある。実際には重いものを日に何度も運んだり、一日中土を耕したり、体力勝負の仕事だ。これだけ大変な仕事を何十年も続けてきたおばあちゃんは、やっぱりすごい。そんなことを思いながら見つめた私の手は、つい数ヶ月前の高校生だった頃には想像もできなかったほど荒れていた。仕事に明け暮れ、鏡をゆっくり見ることもなかったが、日中のほとんどを屋外で過ごす私の肌は、すっかり日焼けしてしまっていた。仕事に対する熱意は変わらないが、流行りのファッションで街へ出かけていたり、メイクで垢抜ける同級生を目にすると、なんとなく置いてけぼりにされた気になってしまう。そんな暗い気持ちを吹き飛ばそうと、私はさらに仕事に精を出すようになった。いつものように花に水やりをしていると、おばあちゃんが話しかけてきた。穏やかな表情だが、どこかかしこまった様子で、私の目をまっすぐに見つめてくる。おばあちゃんはね、優子がこの仕事を継ぐと言ってくれて、本当に嬉しかった。ありがとう。でもね、ちゃんと話しておかなきゃいけないことがあるんだ。そう言って続けられたのは、私にとって耳を塞ぎたくなるような内容だった。実はここ数年、経営が思わしくないというのである。その背景には、景気の低迷や需要減少があり、昔のようにいい花を育てるだけでは売れなくなってきているのだ。突然突きつけられた難題に言葉を失ってしまった私の肩に、おばあちゃんは優しく手を乗せた。これからは花を作るだけじゃ柿農家としては生きていけなくなる。経営の知識が必要だろうね。なあに、今からやれば何とでもなる。優子なら大丈夫だよ。経営？仕事に戻るおばあちゃんの背中を見つめながら途方に暮れる。経営と言われても何をどうやって学ぶのか、素人の私には想像もつかない。お昼休憩、一旦部屋に戻って高校でもらった大学のパンフレットを眺める。経営学部だなんて今まで気にしたこともなかった。おばあちゃんが人生のすべてを捧げたこの農園。
後継者の私が終わらせることなんてできないよ。パンフレットをベッドの上に投げ捨て、無力に一人つぶやく。それからしばらくの間、経営に関する知識を学ぼうと、仕事の合間を縫って図書館や本屋に足を運んだ。自分なりに努力しているつもりだが、専門用語や込み入った内容が出てくると理解が追いつかなくなってしまい、自分の身になっている実感はあまり湧かなかった。そんな毎日を過ごしていたある日、高校時代に仲が良かった友達からメッセージが届く。見ると、今週金曜日の夜に同級生数人で飲み会を予定しており、もし都合が良ければ参加しないかというお誘いだった。その日、家族で夕食を食べていると、たまたまその同級生が話題に上がったので、会話の流れで、今日久しぶりに連絡があったことを話す。いいじゃない。せっかくなんだから、息抜きに行ってらっしゃい。笑顔で返された言葉に、私はぎこちなく微笑み返す。あんまり乗り気じゃなかったんだけどな。と思いつつも、おばあちゃんにこう言われては行かないわけにもいかない。それに確かにここ最近、家にいる以外だと農園か図書館くらいにしか行っていないし、たまには気分転換するのもいいのかもしれない。お風呂に入って一息ついたところで参加の連絡を入れた。飲み会の場所は高校近くにできたというちょっと洒落たイタリアンレストラン。中に入ってあたりを見回していると思いもよらぬ人物が目に入る。伊藤留美子だ。留美子は旅行会社を経営している父親の娘、つまり社長令嬢。なぜか学生時代から優子に対して、柿農家が実家なんてかわいそう。家が貧乏だと大変でしょなどと突っかかってきていた。私、なんでメンバー確認しておかなかったんだろう。やっぱり来なければよかった。そう思いながらも、今更引き返すわけにもいかず、なるべく留美子とは離れた席に座る。飲み会が始まってしばらくは、友人との久しぶりの再会を喜んだり、懐かしい話題に夢中になったりしていた。けれど、そんな楽しいひとときは長くは続かなかった。運ばれてきた料理の半分が空いた頃、突然留美子が遠くから話しかけてきたのだ。ねえ、牡蠣の仕事継いだって本当？物好きもいるものね。私はとっさにどう反応したらいいのかわからず、その言葉にただうなずいた。学生の頃、何度もされてきたことなのに、久々の感覚に強い恐怖心を覚える。これ以上、この話題が続かないでほしいと祈る私を嘲笑うように、留美子は必要に絡んできては嫌味を言い続けている。近づいてきた留美子に視線を送ると、上から下まで完璧にコーディネートされていた。服だけでなく、髪型、メイク、ネイル、とにかくすべてに手入れが行き届いており、外見のことに疎い私から見ても、女性らしく上品で輝いている。留美子を前にして、自分の姿が急にみすぼらしく感じた。同い年で、こんなに地味なのなんて私だけ。ほとんど空になったグラスに口をつけながら、そんなことを思っていた時だった。またもや留美子が急にこちらを振り向き声を上げた。ねえ、みんな優子の手見てみて。みんなの視線がグラスに添えられた優子の手に集中する。手がガサガサ。おばあちゃんみたい。束の間の沈黙が流れ、お店の BGM がやけに大きく聞こえてきた。しかし、誰か一人が笑い出すのを待ち構えていたかのように、一瞬にして周りがどっと湧く。顔が赤くなっていくのが分かった。鼓動も速くなって息苦しい。膝の上でぎゅっと握った両手に視線を落とし、必死に心を落ち着けようとする。とにかく、この場から早く立ち去りたいと思った。ねえ、嫌じゃなかったら少し外に出ない？え？肩を叩かれ、振り向いた先には、背丈180センチほどの男性が立っていた。座ったまま見上げると首を吊りそうになるが、視界に入ったその端正な顔立ちに私は見覚えがない。
一刻も早くこの場から逃げ出したかった私は、躊躇する気持ちを押しのけて、その提案をありがたく受け入れた。彼は山崎大輔と名乗った。連れ出してくれてありがとう。でも、なんで？一緒に出てきたものの、二人きりになるとやはり戸惑いを隠せず質問した。彼はそのド直球な質問が来ることを予想していたのか、顔色を変えず、小さく微笑む。僕の恩人だから。大輔の話によると、高校時代目立っていなかった大輔は不登校になりがちで、その日の朝も学校に行こうかどうか悩みながら登校していた。そんな時、早く行かないと遅刻しちゃうよ、と声をかけたのが私だったという。学校にも家にも居場所がないと感じていた大輔にとって、その明るい一言は大きな励みとなった。それから大輔は前向きな気持ちを取り戻し、少しずつ学校に行き始めるように。受験を考える頃になると、日々勉強に打ち込み、その結果、希望の大学に進学することができた。やりたいことが見つかった今は、実業家として働いているそうだ。そういえばそんなことがあったかもしれない、と曖昧な記憶を思い出す。二人は懐かしい道のりをゆっくり歩きながら、高校時代の話や趣味の話で盛り上がった。誰もいない公園を通りかかり、静かにベンチに座る。柔らかく吹く風に包まれながら、心地よい時間が流れているのを感じる。さっきまであんなに辛い場所にいたのが嘘のようだ。私ね、さっきみたいに学生の頃からずーっと嫌味を言われてたの。今日の飲み会、ルミ子がいるって知ってたら絶対行かなかったもん。暗くなりすぎないよう自虐気味にそう言うと、大輔もクスッと笑う。そっか、俺は井上さんがいないんだったら今日来てないけどね。二人とも先ほどまでの緊張を忘れ、お互いすっかり打ち解けていた。私は今まで一人で抱えていた悩みを大輔に打ち明けた。おばあちゃんの柿農家を継いでいることや、経営状況が良くなく苦労していることなどすべて包み隠さず。突然の話にもかかわらず、大輔は時々相槌を打ちながら真剣に聞いてくれた。一通り話し終わると、少し考える素振りを見せた後、顔を上げて言った。今度、職場にお邪魔してもいいかな。え？大輔は実業家としてマーケティングに精通しているため、何か役に立てることがあるかもしれないという。私は予想だにしていなかった申し出に対し、最初は遠慮して断ったものの、大輔の勢いに押され、最終的に OK を出した。後日、大輔は約束通り農園へやってきた。三人でお茶の間に座り、大輔をおばあちゃんに軽く紹介した後、本題に入った。大輔のカバンの中からは、たくさんの資料や写真などが出てくる。本当にいろいろ調べてくれたんだ。唖然としている私を気にも留めず、慣れた様子で紹介を始める大輔。聞き逃すまいと、私は必死に手元のメモにペンを走らせる。持ってきてもらった案をまとめると、世代でターゲット層を絞り、その世代の消費行動のトレンドをつかんで戦略を立てる。具体的に、若者にはインスタ映えする切り花で新たな市場を拡大。主婦層には切り花を好きなだけ選べる定額制サービス。高齢者層には週に1回自宅までお花をお届けするサービスといったものだ。これらの案については私も祖母も目から鱗だった。最近読んだ経営学の本にターゲット層を明確にすることでより高いニーズの商品を提供することができると書いてあったけれど、こんな形で下記の仕事にも活かせるとは自分じゃ気づけなかった。おばあちゃんと話し合った結果、大輔のアイディアをそのまま取り入れようと決断。翌日からは、それらを実現するために、お店の SNS のアカウントを作ったり、サービスに提供する切り花の選定をしたりで、毎日が慌ただしく過ぎていった。その結果、たった数ヶ月で、なんと経営は右肩上がりに回復した。大変だ大変だと言いつつも、注文が来るたびに幸せそうなおばあちゃんを見ると、私も胸がいっぱいになった。私は
大輔に感謝の気持ちを伝えようと食事に誘った。その日は間際に注文や問い合わせが続き、待ち合わせの時間を10分ほど過ぎてしまった。今日は頑張ってちょっとくらいおしゃれをしていこうと思っていたのに、結局服を着替えただけでほとんど何の準備もできなかった。髪の毛が乱れないように片手で押さえながら小走りで約束の場所まで向かう。ごめん、ちょっと仕事が立て込んじゃって。店の外で待っていた大輔は私の姿を見るなり優しく微笑む。その様子じゃ順調そうだね。私は大輔の目を見て大きくうなずく。店に入ってからは仕事のことやおばあちゃんのことなどを話し、大輔のアイデアのおかげで本当に救われたと改めてお礼を述べた。楽しい時間を過ごした後は大輔の提案でカフェへ行くことに。10分ほど歩いたところで白とブラウンを基調にした雰囲気のある建物が見えてきた。大輔に続いて中に入ると、そこには社長令嬢のルミ子が待っていた。まっすぐ向けられる視線に私は動揺する。しかし、ルミ子はこちらに向かってくるなり、私に頭を下げたのだ。状況がつかめず、唖然とする私を見て、ルミ子は話を続けた。今まで嫌がらせをして本当にごめんなさい。実は、ルミ子の母親もまた、牡蠣の仕事をしていた。幼い頃に父親と訪れたオランダで見たチューリップ畑が忘れられず、趣味でお花作りを始めたという。その延長で、道の駅に切り花を出品していたものの、当時売れ残ってばかりだった。ルミ子はそのことに納得がいかなかったのだが、近くで私の祖母が育てたチューリップがあまりにも立派でよく売れているのを見つけ、そのせいで母親のチューリップが売れないと思ったのである。ルミ子の母親は趣味だからと売れ残っても全く気にしていなかったが、母親の育てるチューリップが大好きだったルミ子はそれが気に食わなかった。それにね、私、優子に嫉妬してた。ルミ子は父親の方針で小さい頃から英会話やピアノの習い事をしていた。本当は母親と一緒に畑で遊ぶのが大好きだったルミ子にとって自由な時間を奪われるのはとても苦痛だったという。学生になってもそんな状況は変わらなかった。社長令嬢という肩書きは周囲の人々の関心を引きつけ、ルミ子はいつもその期待に恥じないような正しい道を選んできた。そんな時、自分の好きなことにまっすぐ突き進む私を見て嫉妬してしまったのだという。静かに話を聞いていた私に、ルミ子がそっと何かを手渡す。チューリップが描かれた可愛いパッケージ。母親の手がガサガサだった姿を見ていたルミ子は、美容関係の仕事に就き、独自でハンドクリームを開発していた。お仕事、頑張ってね。その言葉に、私は思わず涙ぐんでしまう。今までずっと避けてきたルミ子が、同じように花が好きなこと。ルミ子みたいな、何でも完璧な人が私に嫉妬していたこと。なんだかいろいろびっくりしちゃったけれど、何より、こうやって正直に告げてくれたことが本当に嬉しかった。一通り話し終えた後、三人で一緒にカフェラテを飲む。優子が牡蠣の仕事や大輔が提案したアイデアについて話すと、ルミ子は興味津々な様子でその話を聞いていた。その日は会話に花が咲き、別れる頃には外はもう真っ暗になっていた。それから数週間後、あの時と同じカフェに来ている。今日はルミ子の母親も一緒だ。実はこの場は大輔が設けたもので、今では趣味の範囲を超え、大きくなったルミ子の母親の柿農家のマーケティングも手伝うことになった。大輔の提案によって、ルミ子の母親が育てたチューリップはたちまち人気となり、その話題は一気に街中に広まった。花や農家に関心のある人々からの相談が殺到し、大輔は経営のアドバイザーとして地域活性化の一翼を担うことになった。私も仕事が順調に進んでいた。大輔からマーケティングを学び、自分でもアイデアを出して実践したりしている。最近働き詰めだからとおばあちゃんに言われ、今日は休みを取った。急な休みで何の予定もなかったのだけれど、たまたま大輔から連絡が入り、久々にチューリップ畑を見に行きたいというので、二人で農園に来ている。
やっぱすごいよ。大輔は天才。色とりどりのチューリップを眺めながら、私はちょっと大げさに冗談っぽく言う。いつもなら恥ずかしそうに微笑むのに、そこには真剣な眼差しの大輔がいた。普段と違うその雰囲気に圧倒されて、思わず口を紡ぐ。すると大輔は、懐から小さな箱を丁寧に取り出して私に見せた。休みのところ、呼び出してごめん。でも、どうしてもここで伝えたかったんだ。僕と結婚してください。目の前のチューリップが私たちを祝福するかのように、穏やかな風に小さく揺れていた。もう限界なの。毎日あなたにこき使われて。おいおい、そんな言い方はないだろう。専業主婦だって忙しいの。何もしたくない日だってあるわ。わかったよ。自分でするから。そう言って、俺は今日も仕事帰りの疲れた体で自分の夕食を準備する。あんな言い方をされて頭に来ないわけがない。だが、それ以上に彼女の表変ぶりに驚きを隠せない自分がいる。なんでこんな風になってしまったのだろう。以前の妻とはまるで別人だった。結婚して25年、同僚同士だった俺とナオミは、特にこれといって夫婦間の争いもなく、言ってしまえば平凡で単調な暮らしを送っていた。だが、俺はごく普通の生活を何よりも幸せだと感じていた。うちには子供がいなかった。いなかったというより、どんなに望んでも授かることができなかったのだ。妻は子供好きで、結婚後は子供が何人欲しいとか、一姫二太郎に恵まれたらどんなに幸せだろうとか、当たり前のように子供のいる生活を思い描いていたのだが、残念ながらそんな私たちの強い望みは叶わなかった。俺自身も辛かったが、それ以上に当時の妻の辛さは計り知れないほどだ。だから落ち込む妻を必死に支え、励ました。時間はかかったものの、妻は次第に元気を取り戻し、俺たちは二人の人生を歩んでいこうと前向きになっていた。それからは平凡だけどとても幸せな日々を二人で過ごしてきたのだ。休日になれば二人で近くの複合施設に買い物に行って食事をしたり、年に数回だが俺の有給を利用しては旅行によく出かけたりしたものだ。夏は海の近くのリゾートでバカンス。冬は秘境の温泉やスキー。旅行は二人の共通の趣味となっていた。結婚記念日には少し高級なフレンチレストランで毎年二人で食事をしたりもした。人並みの幸せなのだろう。けれど俺は十分満足していた。しかしこんな平凡で幸せな日常もある日を境に変わっていってしまう。俺に対する妻の態度や行動が一変してゆくのだった。ただいま。おい、いるのか？玄関から呼びかけてみると、寝室の方から起き上がるようなベッドのきしむ音が聞こえ、パジャマ姿の妻がドアを開けた。あら、帰ってたの？飯はまだか？今日は疲れちゃって、冷凍食品があるから温めて食べてくれる？まったく。俺はそうつぶやき、仕事帰りの疲れた体で自分の夕食を準備する日々が続く。以前は必ず玄関まで出迎えてくれ、温かい食事を準備してくれていた優しい妻を、俺は懐かしむように思い出しながら、年を取るとこんなものなのか。夫婦なんて虚しいもんだな。そう自分に言い聞かせ納得するしかなかった。こんな状況が毎日のように続き、ついに俺は怒りをあらわにしてしまった。おい、いい加減にしろよ。お前専業主婦だろ？俺は仕事で疲れて帰ってきてるのに、
なんで食事の支度まで自分でしないといけないんだよ。妻の怠惰は食事の支度だけではなかった。洗濯物は干しっぱなし、ゴミ捨てもろくにしておらず、リビングは散らかっていて埃が溜まっている。そんな状況に、俺の苛立ちが募り、ついに爆発してしまったのだ。何よ、しょうがないじゃない。もう限界なの。あなたにこき使われて、あなたは働いているかもしれないけど、私だって忙しいこともあるのよ。家政婦じゃあるまいし。しばらく口論が続き、この日を境にめっきり妻との会話はなくなってしまった。こんな状態だから、俺はいつしか家での夕食を当てにせず、帰宅途中にある個人経営の小さなコンビニに立ち寄り、簡単な食事を持ち帰る独身生活のような暮らしを繰り返すようになっていた。老夫婦が営むこのコンビニには手作りの惣菜が置いてある。今日はどんな惣菜があるのだろうと、妻の手料理を食べられなくなってからは、このコンビニの手作り惣菜がちょっとした俺の楽しみになっていた。そんな家庭内別居同然の日常が繰り返されるようになって、3から4ヶ月ぐらいが経った頃だろうか。いつものコンビニで夕食と晩酌を買おうと、カゴを持って買い物をしていると、通路で品出しをしていた女性店員と目が合った。その店員は40代後半ぐらいだろうか。割と顔立ちが整っていて、老夫婦の経営するコンビニで、彼女は目につく存在だった。俺の立ち寄る時間に見かけることが多く、以前からなんとなく気にはなっていた。名札には、加藤真由美と書いてある。こんばんは。いらっしゃいませ。よくご利用いただいてますよね。ありがとうございます。ああ、わかります？もちろんですよ。私、常連さんってすぐに覚えちゃうんです。特技なんですよ。その日の会話がきっかけとなり、真由美とはレジや品出しで顔を合わせると、たわいもない日常会話を一言二言話すようになっていた。あら、お帰りなさい。今日はいつもよりも遅いのね。今日も肉と揚げ物ばっかりじゃないの？たまにはサラダとかも食べないと栄養偏っちゃうわよ。ああ、確かにね。最近は肉と魚ばかりで野菜を食べてないからな。なんかおすすめのやつあるかな？俺は明るい真由美の生活にいつしか心を許すようになり、残業で遅い日なども真由美との会話が一日の締めの楽しみになっていた。ありがとうね。いつもお疲れ様。彼女にそう告げ、天気が悪い時はそのまま家に帰るのだが、星が見える日はコンビニから歩いて5分ほどの場所にある海岸のベンチで一人空を見ながら晩酌をすることがしばしばあった。いつからこうなってしまったのだろう。妻は俺をもう愛していないのだろうか。俺は妻を愛せているのだろうか。考えても考えてもわからない。あの平凡で幸せだった日々はもう二度とは帰ってこないのだろうか。そんなことを考えながら、俺はただただ一人星空を眺め、物思いにふけっていた。今日もまたコンビニで買った惣菜と酒を持って、いつもの海岸で一人酒を飲む。ふと人影を感じて背後を振り向くと、バイト着にジャンパーを着た真由美が立っていた。やっぱり誠さんだった。何やってんの？一人寂しく飲む姿が哀愁漂ってたわよ。加藤さんか。はは、見られたくないところを見られたな、こりゃ。何？俺の後ろ姿にそんなに哀愁があった？俺はもう少しで空になりそうな缶ビールを横に振って軽くため息をつく。ありまくり！映画のワンシーンみたいだったもの。何？いつもここで飲んでるの？
酔いが回っていたからなのか、誰かに弱音を吐きたかったからなのか、俺は自分の今の家庭環境や妻の態度の変化、悩みを真由美に吐露した。じゃあ何か誠さんには言えない理由があるのかもね。奥さんだって一人の女性よ。秘密ってわけじゃないかもしれないけど、夫婦でもさ、男性には話したくても話せないことってやっぱりあるわよ。明るい性格の真由美はハキハキとしながら俺を励ましてくれた。しかし俺は違和感を感じるのだ。いつもお店で見せてくれる笑顔はあるのだが、笑顔の奥にどこか寂しそうな表情を真由美は浮かべているように感じるからだ。そうだな。何か自分に言えない事情があるのかもしれないしな。でもこのまま無言で暮らしていくのも違うだろうし、俺も冷静になって少しずつ前のように話しかけてみようかな。そうそう。暗くしてたらあっという間におじいちゃんになっちゃうわよ。前を向いていれば必ず道は開けるわよ。真由美の温かく気持ちのいい言葉に胸が少し温かくなったのを感じた。ありがとうね、加藤さん。何か元気が出てきたよ。本当にありがとう。どういたしまして。でもだいぶ冷えてきたから、そろそろ帰ったら風邪ひいちゃうよ。そして飲み終わったビールをビニール袋にガサガサっと入れてベンチを立ち、真由美とは30メートル先の交差点で別れ、帰路に着いた。少し談笑しながら帰り道を歩いたが、時折見せる真由美の横顔にもう一度俺は違和感を覚えていた。それから数日後、最近はほとんど口を聞くことのない直美に少し様子を見ながら話しかけることにした。行ってくる。今日は18時過ぎには帰るから。あ、そう。ただいま。先に風呂に入るね。うん、どうぞ。おやすみ。朝食は俺が支度するから。わかった。ありがとう。はじめは返事もしてくれなかったが、しばらく経つと少しずつ言葉を返してくれるようになっていった。その後の数日間も同じように積極的に言葉をかけ続けたおかげか、少しずつ妻の表情や言葉にも昔の柔らかい雰囲気が戻っているような気がした。ある日の朝、玄関でトントンと靴を履いていた俺は、廊下にいた妻に話しかけた。さ、いつもありがとうな。最近お前も忙しいみたいだけどさ、俺にも何かできることがあるんだったら、すぐに言ってくれよな。ほら、俺たち一応夫婦なんだからさ。直美はじっと俺の方を見つめている。うん、ありがとう。どうした？あなた、ごめんなさい。おい、何、謝ってるんだ？何かあったのか？直美の顔はみるみるうちにくしゃくしゃになり、口を強く結んで大粒の涙を流し始めた。私、ずっとあなたに黙っていたことがあるの。半年くらい前に病院に行ったの。その時にね、お医者さんに言われたの。末期の乳がんだって。あと1年持たないかもって。俺は履きかけていた靴はそのまま左手に持っていたカバンを落としてしまう。は？なんだって？ガン？お前、嘘だろ？直美は首を横に振り、小さな声で泣いている。本当よ。私、もう長くないの。安静にしていれば、1年くらいは持つかもって診断されたけど、ちょっと無理しちゃって。だからあと、どれくらい生きられるかわからない。実は直美は、
俺が仕事に行った後に、俺の向かう会社の反対方向の駅前のパチンコ屋で、ほとんど毎日働いていた。家事が全然できなかったのも、シフトが夕方まで入っていて、俺の帰る時間とほとんど同じくらいフルタイムで働いていたからだった。なんで仕事なんかするんだ？俺の給料では足りないってことなのか？妻は首を横に振り、ぽつりぽつりと話してくれた。実は、病気のことが分かったのと同じぐらいに、子供の頃に両親が離婚して、生き別れになっていた妹に会ったの。再会を喜ぶ二人だったが、妹の様子がおかしいことにナオミはすぐに気がついた。話したがらない妹に何とか理由を聞き出したところ、結婚予定だった婚約者からの詐欺に遭い、多額の借金を背負わされ、婚約者も行方不明になってしまっているというのだ。妻の話によると、挙式を挙げるためのお金がないから貸してほしいと言われた妹は、借金をして全て相手に渡してしまったらしい。その後、婚約者が失踪し、後になって結婚詐欺だということに気づかされたそうだ。妹に残ったのは多額の借金だけだった。それはひどいな。本当に信じてた人に裏切られて借金までして、妹はひどく落ち込んでいたわ。だから私はその時決めたのよ。私のこの命があるうちに、姉として妹の借金を返済しようって。そんな、なんでお前が、バカでしょ？自分でもそう思う。でもね、最後にお姉ちゃんらしいことしたいじゃない？最後くらいさ。でも、あなたに言ったら止められるし、心配しちゃうじゃない？優しいあなたはきっとそうすると思って、言えなかったのよ。その後、今までの誤解は解けて、ナオミの病気のことを話し合い、明日の午後に実の妹と3人で話し合うことになった。次の日、いつも晩酌をしていた海岸近くの喫茶店で妹に会うことになった。先に奥の席にナオミと並んで座っていた俺は、ドアが開き入ってきた女性に目を見開いて驚いてしまう。妹はコンビニ店員のまゆみだった。俺は横を向き、ナオミに話しかける。なあ、妹って、もしかして加藤さんか？え？なんで知ってるの？誠さん？お姉ちゃん？もしかして、旦那さんって、誠さん？妻も、俺とまゆみが顔見知りなことを知り、驚いた顔を見せている。しかしすぐに冷静な表情になり、まゆみの方を見つめる。まゆみ、座って。あなたに言っておかなければならないことがあるの。わかった。まゆみは妻の向かいの窓側の席に座り、横の空席に小さめのカバンを置いた。そして妻はゆっくりと口を開く。まゆみ、よく聞いて。私はね、もう長くないの。もっとあなたといろんな思い出を作りたかった。ごめんね。お姉ちゃん？何言ってるの？全然意味がわからないんだけど。妻は自分の余命のこと、まゆみの借金を返すために体を顧みずに働いていたこと、俺との日常が失われてしまったこれまでの経緯をゆっくりと話していった。そんな、なんで私のことなんか放っておけばよかったじゃない。私が悪いんだし、なんで自分を大事にしなかったのよ。できないわよ。だってあなたは私のたった一人の大切な妹なのよ。妹が困っているのに守ってあげられない姉なんて私には考えられなかった。まゆみは目の周りを真っ赤にして
口の両端を強く結び、必死に涙をこらえている。いいのよ。これでよかったのよ。まゆみに会えなかったら、私はきっと後悔していたわ。だからこうしたかったの。お姉ちゃん、本当にバカだよ。でも、そんなお姉ちゃんのこと、何も気づけなかった私が、本当にバカ。本当にごめんなさい。世界で一番素敵な私のお姉ちゃんだよ。ごめんね。本当にありがとう。二人はほとんど同じタイミングで涙を流した。俺は胸がじわっと熱くなるのを感じて、気づけば自然と涙が流れていた。しばらくは無言のまま時間が過ぎて、少しずつ日が傾いていった。俺は二人の手を握りしめて、静かに話しかけた。今この場所、この時から俺たちはずっと一緒だ。この三人は家族。楽しいことも辛いことも、これからみんなで分かち合っていこう。あなた、ありがとう。誠さん、本当にありがとう。誠さんにまで迷惑をかけてしまって、なんてお詫びをしたらいいか。いいんだよ。俺だって、まゆみさんに助けてもらったんだから。その後、俺の協力もあり、まゆみの借金はすべて完済することができた。その約1ヶ月後の雨の夜だった。静かに妻は息を引き取った。とても安らかで綺麗な顔だった。俺とまゆみは妻の両手を握り、静かに涙を流していた。ナオミは目を閉じるその時まで優しく微笑んでいるようだった。ナオミ、ありがとう。